いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマはアジングでの落ちパク攻略について解説いたします。落ちパクとは、ルアーが水中に落ちていく最中にアジがルアーに食いつく現象のことを言います。初心者でもわかりやすいように基本からしっかり解説していきます。おすすめの落ちパクタックルや落ちパクワームなどございましたらコメント欄で教えてください。本日の結論です。着水ポイントを見逃さない。手元からルアーまで視野を広く。着水と同時に全集中。本日の目次です。落ちパクの魅力とは、ジグヘッド選びの重要性。ラインテンションの管理が鍵。カウントダウンでレンジを探る。ワームの選び方とカラーチョイス。アクションの工夫。環境とポイント選び。タックルセッティングの重要性。集中力を維持する。この9つの項目について解説いたします。落ちパクの魅力とは、アジングで落ちパクを狙うとき、アジがなぜフォール中にルアーに反応するのかを知ることが重要です。自然な動きに反応する。ルアーが水中に落ちていく様子は、弱った小魚がゆっくり漂っているように見えます。この動きはアジの本能を刺激し、効率的に餌を捕らえる行動を引き起こします。特にフォール中はルアーがアジの視界に入りやすいタイミングでもあり効果的です。短時間で効率的な釣りが可能。フォール中に当たりを取れるようになると、一投でより多くのチャンスを作れるようになります。また、フォール中の当たりを取る技術を身につけると、他の釣りにも応用できるため、釣り全体のスキルアップにもつながります。初心者でも成功体験を得やすい。落ちパクはシンプルなテクニックながら成果を上げやすい方法です。しっかりと基本を抑えれば、釣り初心者でも短時間で釣果を得られる可能性があります。ジグヘッド選びの重要性。ジグヘッドはアジングの釣果を左右する最も重要なアイテムです。初心者の方は次のポイントを参考にジグヘッドを選びましょう。重さの選び方。ジグヘッドの重さによってルアーのフォールスピードが大きく変わります。それによりアジの反応も異なるため、状況に応じた選択が必要です。軽量ジグヘッド 0.5g から 1g。フォールがゆっくりのため、プレッシャーの高い釣り場やアジの活性が低い時におすすめです。ただし、風や潮流が強い場所では操作が難しくなることがあります。中量から重量ジグヘッド 1.5g から 3g。フォールが速くなるため、深場や潮流の強い場所で有効です。広範囲を探りたい時にも役立ちます。形状の選び方。ジグヘッドの形状もフォール中の動きに影響を与えます。ラウンド型。フォールが安定しており、どんな状況でも使いやすい万能型です。初心者の方にはまずこの形状がおすすめです。ダート型。フォール中に横方向の動きが加わるので、アジの興味を持たせたい時に適しています。アジが活性化している時に試してみましょう。ラインテンションの管理が鍵。フォール中のラインテンションの調整は落ちパク攻略の肝です。ラインテンションを意識することで小さな当たりも逃しません。テンションフォール。ラインを軽く張った状態でフォールさせます。この方法ではラインがピンと張り、小さな当たりでも手元に伝わりやすくなります。また、ジグヘッドが自然な動きをしながら落下するため、アジが違和感なくルアーを捕食できます。フリーフォール。ラインを完全に緩めてルアーを落とす方法です。アジにとってよりナチュラルな動きに見える反面、当たりを感知しにくいのがデメリットです。この方法を使う場合は、ラインやロッドの動きをよく観察する必要があります。ロッドティップが少しでも動いたり、ラインが突然止まったりした場合は、当たりが出ている可能性が高いです。カウントダウンでレンジを探る。アジがいる水深を見つけるには、カウントダウンが効果的です。これは、フォール中の秒数を数えることで、アジのいる棚、層を把握する方法です。ルアーを投げたら
沈む秒数を数えます。当たりがあったタイミングの秒数を記録します。同じレンジを重点的に狙うことで連続してアジを釣る確率が高まります。例えば5秒フォールした時に当たりが出た場合、次回も5秒を基準に狙うと効果的です。アジは群れで行動することが多いため、一度見つけたレンジで数匹釣れることが期待できます。ワームの選び方とカラーチョイス。ワームの選択はアジングの成功を左右する重要な要素です。形状の選び方。ストレート系。ナチュラルな動きが特徴で、透明度の高い水やプレッシャーの高い状況に最適です。シャット系やテール付き。テール部分が揺れることでアジに強くアピールします。活性の高いアジには特に効果的です。カラーチョイス。昼間、クリア系やホワイト系、シルバー系など自然光に馴染む色が効果的です。特に晴天時には透明感のあるカラーがいい結果を出します。夜間、グロー系、発光カラー、チャート系、明るい色、ピンク系が視認性を高め、アジの注意を引きやすいです。常夜灯の明かりがある場所では、グロー系が特に効果を発揮します。アクションの工夫。ただ、ルアーを落とすだけでなく、アクションを加えると、アジの反応がさらに良くなります。トゥイッチ&フォール。ロッドを軽く上下に動かし、その後フォールさせます。この動きで弱った小魚が逃げようとしているような動きを演出できます。リフト&フォール。ルアーを持ち上げてから自然に落とすことでアジに注目させるアクションです。リフト後のフォール中にバイトが多発することがあります。環境とポイント選び。初心者でも釣果を上げやすいポイントを見つけるために環境の変化を観察しましょう。潮の変化。潮流が効いている場所はアジが集まりやすいです。潮の満ち引きを確認し、釣りに適した時間帯を狙いましょう。狙い目のポイント。堤防のよどみ。潮目、潮流のぶつかる場所。常夜灯の明暗境界線。テトラ帯や漁港内の駆け上がり。特に常夜灯がある場所では明るい場所と暗い場所の境界線にアジが群れることが多いです。タックルセッティングの重要性。落ちパクを狙うためのタックルセッティングも重要です。初心者の方は次のセットアップを参考にされてみてください。ロッド。軽量で感度の高いロッドがおすすめです。6フィートから7フィート程度のアジング専用ロッドが最適です。リール。小型スピーディングリール1000番から2000番クラスを選びましょう。ドラグ性能がいいものを選ぶことでアジの突っ込みにも柔軟に対応できます。ライン。メインラインには P ラインの 0.3 号から 0.6 号を使用し、リーダーにはフロロカーボンの 0.8 号から 1.2 号を接続します。この組み合わせで感度と強度を両立できます。集中力を維持する。落ちパクを狙う際は集中力が大切です。特にフォール中は次のことに注意しましょう。ラインの動き。ラインが引き込まれたり止まったりする変化を見逃さないようにします。ロッドの動き。ロッドティップ、先端の微妙な動きを観察し、小さな変化にも敏感になることが重要です。手元の振動。手に伝わる振動を感じ取り、小さな当たりも逃さないようにしましょう。いかがだったでしょうか？アジングの落ちパクは初心者でもマスターできるテクニックです。今回のガイドを参考に、ジグヘッドやワームの選び方、ラインテンションの管理、レンジの探り方を実践してみてください。落ちパクの魅力を存分に楽しみながら、釣果アップを目指しましょう。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。